トリプルファンタジー貴族性リセマラランキング。今回は上級召喚から輩出される貴族性の伝説カードを評価するわ。評価基準は上級者になった時にいかに幅広いコンテンツで活躍するかを重視しているのだ。このチャンネルではトリプルファンタジーの解説動画を上げているわ。動画を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくね。それでは本編に行ってみよう。早速 S ランクから紹介していくわ。多くのコンテンツで使用率が 100% のカードだね。まずはブリオンよ。トリックを使うたびにコンボ倍率を上げるカードなのだ。ブリオンは魔人の遺跡や赤竜カシウスなどでとどめの一撃のコンボ倍率を上げるのに使われるわ。全勝基地でもケンナデッキでシールドの量を増やすのに使われることがあるわね。あとブリオンはデッキから出るときにマナを獲得する効果もあるよね。そうね、トリックが制限される試練の塔でほぼ必須になるわ。このようにブリオンは多くのコンテンツで活躍するので S ランクにしたわ。次はラファエルよ。一度だけ復活できるカードなのだ。ラファエルは他の天使カードであるミカエルやガブリエルの効果を発動させるのに必須よ。このコンボは全勝基地、魔人の遺跡、試練の塔など様々なコンテンツで活躍するわ。復活できるカードはラファエル以外にもいるよね。そうね、でもラファエルは復活できるカードの中で唯一ワイルド化ができるから汎用性が高いの。文句なしの S ランクよ。ラファエルを持ってない人は殲滅召喚でゲットしよう。ここからは A ランクよ。一つのコンテンツで使用率が 100% のカードだね。まずはオネストよ。偶数ターンに中央のカードをもう一回攻撃させるカードなのだ。オネストは赤竜カシウスのとどめの一撃でほぼ必須になるわ。実験室で使われることもあるわ。氷の女王デッキは初心者でも組みやすいデッキなのだ。オネストは赤竜カシウスで使われるので A ランクとしたわ。次はデリーンよ。シールドを貼るカードだね。デリーンは後半の全勝基地で活躍するわ。デリーン、ヨハンナ、ヤスマサで大量のシールドを貼るケンナデッキが強力よ。ルクソールじゃダメなの？そうね、ルクソールは係数が低いから後半はシールド不足になるわ。デリーンは全勝基地で活躍するので A ランクとしたわ。ここからは B ランクよ。一つのコンテンツで使用率が 60% のカードだね。まずは関羽よ。ストレート達成時にコンボ倍率を上げるカードなのだ。関羽はデッキのメインコンボの倍率を上げるためにヤスマサと合わせて使われるわ。でも最近はリリースやヨハンナの登場であまり見ないわね。介護官になっちゃったの？端的に言えばそうね。でもリリースやヨハンナは育成難易度が高いし、関羽は今でも全然使えるカードよ。使うならワイルド化は必須だね。関羽は一部のデッキで使われるので B ランクとしたわ。次はジンギスカンよ。貴族性カードの攻撃力を上げるカードなのだ。ジンギスカンは水属性の魔人で高いダメージを出すのに使われることがあるわ。必ず使われるわけではないの。そうね、今流行りのアンディデッキにはあまり使われていないわ。ジンギスカンは魔人の遺跡や一部のイベントでたまに使われるので B ランクとしたわ。次はハムリットよ。デッキに戻るカードだね。ハムリットはベラクロラと合わせて爆弾魔を倒すのに使われるわ。ベラクロラがハムリットの効果を真似するから無限に同じコンボが作れるのだ。このコンボは試練の塔でも使われることがあるわ。ハムリットはコンテンツの一部で活躍するので B ランクとしたわ。次はウチよ。全てのカードを攻撃時に有利属性に変化させるカードだね。ウチは古代の次元の門で使われるわ。全体攻撃のカードと合わせると強いよね。とはいえ必ずしも採用されるわけではないので B ランクとしたわ。次は諸葛亮よ。貴族性カードの攻撃力を上げるカードなのだ。諸葛亮はジンギスカンと同様に水属性の魔人で高いダメージを出すのに使われることがあるわ。魔人の遺跡や一部のイベントでたまに使われるので B ランクとしたわ。次はエナよ。デッキと墓のカードを貴族性に変えるカードなのだ。エナは試練の塔でキーカードを貴族性にするのに使われることがあるわ。他のコンテンツでは使われないの？ゼロではないけど15枚の上限が使い勝手を悪くしていてあまり使われないわね。一部のコンテンツでたまに使われるので B ランクとしたわ。次はホンギルドンよ。コンボ倍率を上げるカードなのだ。昔は魔人の遺跡でとどめの一撃のコンボ倍率を上げるのに使われていたわ。今は使われないの？そうね、バフターン数が減るギミックの実装であまり使われなくなったわ。それでもたまに使う人がいるので B ランクとしたわ。ここからは C ランクよ。一つのコンテンツで使用率が 20% のカードだね。まずはワイルドオスカーよ。左側のカードをもう一回攻撃させるカードなのだ。ワイルドオスカーは正教やエリザベスの登場でほぼ介護官になってしまったわ。かわいそうに。
それでもケンナデッキでケンナの攻撃回数を増やすのに使われているわ。ワイルドオスカーは活躍するシーンが限られており、絶対必要なわけでもないので C ランクとしたわ。次は正宗よ。クリティカル率を上げるカードなのだ。正宗は1回しか攻撃しないのでフィールドに置いて使うことはほぼないわ。ハンドに置くにしてもクリティカル率を上げるくらいならコンボ倍率を上げてほしいのだ。まあね、ただ試練の塔の一部のシーズンで使われることがあるので C ランクとしたわ。次は趙雲よ。敵の数だけ攻撃するカードだね。しかも3回目ごとに敵全体に攻撃するのだ。趙雲は主に古代の次元の門で使われるわ。キャシーと合わせると強いよね。そうね、ただ最近はナルシャの方が使われているので C ランクとしたわ。次はベルよ。6回攻撃するカードなのだ。ベルはセリウスやキャシーなど追加ダメージを与えるカードと組み合わせると強いわ。ベルの攻撃回数を増やせば魔人を倒せたり鉱山を完走できたりするよね。その通りよ。ただこのタイプのデッキはランキング上位は狙えないわね。中級者の頃はお世話になるけど上級者はあまり使わないって感じだね。そんな感じね。それでも一部のイベントでは使われることがあるので C ランクとしたわ。次はキャロルラインよ。敵全体に攻撃してしかも敵を倒すともう1回攻撃するカードなのだ。キャロルラインは主に実験室で使われるわ。人形使いと組み合わせると強いよね。そうね、ただ必須ではないので C ランクとしたわ。ここからは D ランクよ。あまり使われないカードだね。まずはアルブよ。ティコンも達成時に3回攻撃するカードなのだ。アルブでまともなダメージを出すにはキコンボ鋼鉄ストレートを作る必要があり、やや使い勝手が悪いわ。デッキを貴族性に変えるエナと相性が良さそうだけどそのエナの使い勝手も悪いのだ。古代の次元の門でたまに使っている人がいるので D ランクとしたわ。次は義援よ。右側のカードを3回攻撃させるカードだね。それがパッシブスキルだったら強かったんだけどリーダースキルなので用途は狭いわ。追加ダメージを与えるカードを使った後ベルを複数回攻撃させれば強いんじゃない？確かにそうだけどそれが特別生きる場面があまりないので D ランクとしたわ。次はハンバートエコよ。デッキから出るときにシールドを貼るカードなのだ。エコは1回しか攻撃しないのでまず使われないわ。ただ登場時にシールドを獲得する唯一のカードなのは注目に値するわ。普通はシールドを貼るのに1ターン使うもんね。追加ダメージを与えるカードを使った後氷の女王やエラシアを捨てるのに使ってもいいかもしれないわ。現状の用途はそれくらいしかないので D ランクとしたわ。次は宝刀よ。全体攻撃で敵を倒すと右側のカードの攻撃回数を増やすカードなのだ。追加ダメージを与えるカードを使った後ベルを複数回攻撃させる用途が考えられるわ。ただそれが特別必要な場面があまりないので D ランクとしたわ。次はエルリアよ。ティコンも達成時次のダメージを防ぐシールドを作るカードなのだ。魔人の遺跡などで敵の攻撃を防御するのに使ってもいいけど同じポジションにフレイヤがいるのでワイルド化はほぼ必須ね。そこまでして入れる価値はあるの？今はウリベラやヨハンナで十分耐えられるのであまり使われてはいないわ。とはいえこれらのカードの代用ができるということで B ランクとしたわ。ここからは E ランクよ。あまり使われないカードだね。まずは白猫将軍よ。敵を倒せないとシールドを作って倒せたらクリティカル率を上げるカードなのだ。どっちのスキルも持続ターン数が短くバフターン数が減る後半では使えないので E ランクとしたわ。次は張飛よ。敵の防御力に応じて固定ダメージを与えるカードだね。張飛で大ダメージを与えられるほど防御力が高い敵がいないのでまず使われないわ。序盤のカタツムリ討伐くらいしか使い道がないので E ランクとしたわ。次は風川よ。狼デッキといえばこのカードなのだ。そうね、でも残念ながら狼デッキは後半火力不足になるので使えないわ。初心者の頃は強いけど上級者は使わないので E ランクとしたわ。次は劉備よ。固定ダメージを与えるカードだね。昔は超越スキル神秘の爆発をつけて古代の次元の門で使われていたけど今は火力不足よ。アップデートでモンスターが強化されたのだ。関羽と張飛が集まるとコンボ倍率を上げるスキルはどうなの？中級者以上になれば他にもっと強いコンボがあるし初心者が関羽と張飛を持っている可能性は低いわ。序盤のカタツムリを倒すくらいしか使い道がないので E ランクとしたわ。次はマヌカよ。敵全体に攻撃するカードなのだ。全体攻撃ということで古代の次元の門で使えばいいわけだけどナルシャの圧倒的火力やメユゴンの全体複数回攻撃の方が強いわ。反爆発魔女に弱いのも良くないね。まず使われないので E ランクとしたわ。次は貿易専門家マックスよ。これも敵全体に攻撃するカードだね。
中毒を除去した数に応じて攻撃回数が増えるけど、これはリーダースキルなので使い勝手が悪いわ。マヌカと同じで反爆発魔女に弱いのもマイナスポイントなのだ。使っている人を見たことがないので E ランクとしたわ。次はカルーニマータよ。敵を倒すと回復するカードだね。後半は一撃で倒されるので回復の出番はないわ。実験室とかなら使ってもいいけど、わざわざ入れる必要はあまりないので E ランクとしたわ。次は甲虫よ。左側のカードが攻撃した対象にダメージを与えるカードなのだ。古代の次元の門で人形使いを使った後、複数回攻撃するカードと合わせれば強いわね。全体攻撃のカードと合わせても強そう。ただ現状はそこまで火力が必要な場面が少ないわ。使っている人がまずいないので E ランクとしたわ。次はベルナルドよ。ダメージを反射するカードだね。ベルナルドを使うには敵の攻撃を受けないといけないので、敵の攻撃力が上がる後半は使えないわ。後半は一撃でやられるからね。それから与えるダメージは敵の攻撃力に依存するので、高いダメージは出しづらいわ。敵の攻撃力が1億とかなら使えるけど、そんな敵はまずいないのだ。現状は活躍が難しいので E ランクとしたわ。次はグリーニーよ。生命力がデッキで一番高いカードと同じになるカードだね。最大体力を上げたい時に入れてもいいけど、劇的に変わるほどではないわ。残り体力に応じて他のカードの攻撃力を上げるスキルもあるけど、これはリーダースキルなので用途は狭いわ。他に入れたいカードがないなら入れてもいいって感じだね。現状は活躍が難しいので E ランクとしたわ。次は三蔵法師よ。孫悟空をデッキに戻すカードなのだ。孫悟空が弱いのでこのカードも弱いわ。孫悟空だと後半の敵は倒せないよね。活躍する場面は図書館しかないので E ランクとしたわ。次は馬長よ。攻撃するたびに攻撃力が2倍になるカードなのだ。攻撃力に最大4倍の制限があるので、大して火力が出ないわ。制限がなければ使えたかもしれないのに残念なのだ。現状は活躍が難しいので E ランクとしたわ。最後は白雪姫よ。回復力分の固定ダメージを与えるカードだね。白雪姫は回復力が特に高いけど、それでも十分なダメージは与えられないわ。王子と合体すると攻撃力が上がって2回攻撃するようになるらしいけど、それはどうなの？王子を生成するには敵の攻撃を受けないといけないから、一撃でやられる後半は使えないわ。現状は活躍が難しいので E ランクとしたわ。以上が貴族性カードのリセマラランキングよ。同じ評価基準でこの評価違くないというのがあればぜひコメントしてね。動画とコメント欄を合わせていいランキングができたらいいなと思ってるわ。この動画が参考になった人は高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。ご視聴ありがとうございました。